また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむにむです。こんにちは。勝手に助手ってことにされているおしゃまんべっす。今回の動画は2023年に投稿したきり、すっかりサボってた新アトラクションの予想動画になります。お題はもちろんポケモンの新プロジェクトについてだぜ。そういえば先輩何気にあれコナンもミニオンも当たってたっすね。罰ゲーム回避されてつまんないっす。当たり前よ。あーしを誰だと思ってるの。女装してる変な人。で、ポケモンの新プロジェクトについては、すでにいろんな人が予想してて、特にポケモンガチ勢の人の話は多いね。ただ、一通り目を通して、どうしても偏りみたいなものを感じた。というのも皆さん、ポケモンについての知識は豊富だけど、USJ についてはさっぱり知らない印象が強いというかな。ただいたずらに、俺が考えた最強ポケモンワールドを自慢し合うだけみたいな状態になっていた印象を受けたんよね。まあそれ自体は楽しいけど、今回はあくまでもう少し本気で考察したいから。なるほど。知識が偏ってると妄想に脱線しがちっすからね。家でもよく考えたら先輩もポケモンはど素人でしょ。まあね。各言うあーしもポケモンは全然知らんよ。でも、今回の話はあくまで USJ の話だからね。そういう点で言うなら、むしろ USJ ファンの方が予想とかは向いてると思うんよ。ということで今回は USJ ガチ勢目線でのポケモンの新プロジェクトについて色々予想していくつもりだぜ。でも確定情報はほぼないし、あくまで妄想と推測っすよね。そうそう。ところで先輩はポケモンどれくらい知ってるんすか？もう小学生の頃にやったプラチナで知識は止まってるけど。大丈夫なのかなこの人。ちなみにリアタイで最後に見た映画は、レックーザとデオキッスが出てくるやつだぜ。ではそんなわけで、ポケモンは大して知らないけど、USJ については詳しいアーシが、USJ ファン目線でポケモンの新エリアについて予想するぜ。先輩って辞任は USJ 詳しい人なんすね。謙虚さのかけらもないっす。ちなみに大前提として、現状 USJ は未だに情報を出し惜しみしてて、ポケモンと何かする以外は一切発表していないから、これから話す内容はかなり根拠は乏しいぜ。というか現時点でネットに溢れている予想は全て USJ がケチなせいでどれも何の根拠もないぜ。一応ユニバーサル社が申請した特許なども交えながら、今ある素材で最大限語るつもりではあるけど。了解っす。ではじめに、現在の状況を説明するね。まず一つ目、USJ はポケモンとタッグを組み、巨大プロジェクトを進めていることが正式に発表された。さらにそれは日本だけに止まらず、世界中のユニバーサルパークで展開されることも報じられている。USJ だけにできるアトラクションっていうわけじゃないんすね。ひねくれた表現をするなら、任天堂エリアは世界中にあるように、ポケモンもまた、日本だけの強みにはならない可能性はあるかもね。結局いいものは全てアメリカが持っていっちゃうんすね。そして二つ目、このポケモンの巨大プロジェクトの具体的な話は一切明かされていないけど、現在 USJ ではニューヨークエリアがほとんど丸ごと封鎖されており、建物の絵ばかりになってしまっている。特に USJ のランドマークだったスパイダーマンサライドがクローズしたから、ここにポケモンのアトラクションを導入し、周辺のニューヨークエリアはポケモンの新エリアにリノベーションする。こういう予想はすでに多くあり、多分ここに関しては 99.99% 正しい。逆にトランスフォーマーのエリアとかできたら驚きっすよね。で、なんと驚くことに、この2点以外は現状一切明かされていない。なんでこんなに口を割らないんだろうね。カツ丼か？カツ丼でも食うか。そんな昭和の刑事じゃないんだから。ではこれから、この数少ない素材だけで予想をしていくわけだけど、その前に軽い雑談でも。回りくどいっす。早く答えだけ教えてほしいっす。まあ、これから話す内容は、ちょっと横道にそれてるように見えるけど、これを最初に頭に入れておくと、見通しも良くなるから。はい。とりあえず現実的な話は一旦置いて、ポケモンファンが想定しているポケモンの世界とはどういうものだろうか。おしゃまんべちゃんはどう思う？そりゃ、ポケモンのゲームやアニメに出てきた世界じゃないっすか。ポケモンセンターがあったり、ショップがあったり、ちょうど先日ポケパーク関東なんていうのもオープンしましたし、あんな感じじゃないっすか？そうやね。ポケモンの世界観は独特だし、やっぱり任天堂エリアやハリーポッターエリアみたいな規模感を期待してる人は多いだろうね。っていうかポケモンって社会現象レベルで人気なんで、中途半端なことすると拍子抜けするっすよ。でも、まず USJ ガチ勢の意見としては、おそらくその理想は、様々な事情で実現が困難で、実際には、経路はもっと違うものになるんじゃないかなと考えてる。どういうことっすか？おそらく、多くのポケモンファンが予想しているポケモンの新エリアとは、次の3つの条件が揃っている前提なんだよね。まず1つ目。ゲームやアニメですでに登場している街を再現していること。関東地方だろうが譲渡地方だろうが一種地方だろうがマサラタウンだろうが、なんでもいいけど必ず既存の街であること。または新しい街が舞台でも既存の世界観から乖離していないもの。マサラタウンはさすがにないんじゃないっすか？二つ目は当然だから、その街並みが忠実に再現されていること。ポケモンの世界を3次元にすることが大正解。没入感ってやつっすね。そして3つ目が、意外とこれも重要なんだけどポケモン文字が使われていること。なんすかそれ。ほら、ポケモンの世界ってさ、なんか独特な文字が使われてるじゃん。あの記号みたいなやつっすか。そうそう。あの世界には一種文字、関東文字、アラオラ文字など架空の公用語が多く登場する。ポケモンの世界に英語とかはないんすね。
って思ったけどロケット弾とか服に R って書いてるっすよ。初期の頃はそんな設定なかったからね。昔のアニポケとか普通に英語や日本語がじゃんじゃん使われてたし、ロはロケットのロみたいな、これらのポケ文字は途中から出てくるようになったんやよ。おそらく世界市場へ拡大していくにあたり、架空の文字に置き換えるようになったんだと思う。いずれにせよ、最近ではポケモンの世界といえば、この架空の公用語が使われている印象が強くなってきてるみたい。モンハンとかもそうっすよね。以上この3点は、おそらく、ポケモンファンがぼんやり想定している、ポケモンの世界の定義だと思う。しかし、これは、ポケモンファン目線の理想のお話。USJ はきっと、ニューヨークエリアとやらを更地にして、新しいポケモンのエリアを一から作ってくれるに違いない。もしくは、建物は流用だろうけど、看板などは全てポケ文字に差し替えるだろう。そう考えている人も多いやろうね。まあ普通ポケモンの世界を再現しますって言われたら、それくらいは期待するっすよね。ただ、個人的な予想を言うと、そこまで露骨には寄せないんじゃないかなって思うんよ。そうなんすか？大前提に、おそらく、既存のニューヨークエリアのファサード、つまり、建物は全て流用されるというのは正しい。それは、建設費や工期などをショートカットする意味もあるけど、実は建物のデザインって、そう簡単には変えられないんよ。そうなんすか？実はそうだったりする。ざっくり言うと、USJ の建物って、すべて、デザイン資産みたいなもんというか、そういう考えは、根強くあるんだよね。だから、いくらポケモンの世界にリノベーションすると言っても、せっかくの資産を手放したくないみたいになるし、大半の施設は流用になりそうだね。そうなるとゲームみたいに、白い壁に赤い屋根の建物が並ぶっていうわけではなさそうっすね。そうやね。ただ一つ補足すると、各施設は普通にポケモンの名前を冠したものになるだろうと思うから、別に徹底的に配慮するとか、そういう話でもないんだけどね。あくまで建物のカラーリングくらいは変わるかもしれないけど、過度な主張はしないと思うというのが、アーシの推測。じゃ、エリアって結局どこが舞台になるんすか？それなんだよね問題は。ポケモンに出てくる既存の舞台で、ニューヨークに印象が近いのは一種地方。近いというかまんまモデル。だからポケモンファンの間では、USJ の新エリアは一種エリアだろうと予想する人が多いし、ネット世論では、それがスタンダード。もう圧倒的に多い。その方が整合性も取れるっすもんね。ただ、USJ ファンのアーシとしては、それすらちょっと疑問だったりする。なんですか？アーシの予想を言うなら、ポケモンの新エリアは、エリアになりきれない便宜上の相性くらいに落ち着くような気はする。ニューヨークエリアのままってことっすか？いや、そういうわけでもないけど、ちょっと近い。具体例を挙げるなら一種エリアみたいな架空の都市名よりも、ニューヨークポケモンゾーンとか、ポケモンニューヨークとか、ポケモンワールドニューヨークとか、絶大な宣伝効果を狙うため、ポケモンっていうワードだけは絶対に入れてくると思うけど、その反面で、どこか逃げ道を用意してくると予想してる。というか、そうじゃないと、USJ としても運用しづらい。運用？これは、説明してもわかりにくいから、ゆっくり説明するね。知的財産というのは、非常にシビアな世界なんだよね。例えばニューヨークエリアを完全に架空の都市、一種エリアとでも歌えば、ライセンサーは必ずこう思う。一種エリアには他社 IP のキャラとかは一歩も足踏み入れるなよ。具体例を挙げると、任天堂エリア、ハリーポッターエリア、ミニオンパークがそう。あのエリアでは実は、他社 IP は一切参加できないようになっている。ミニオンパークは一応子会社の作品ではあるけど、ユニバーサル社肝入りの IP だから、扱いはかなり厳しい。これらのエリアでは、たとえ期間限定だろうが他社 IP は一切介入できない。任天堂エリアでワンピースのショーを開催しますは、おそらく一生実現はしないし、ハリポタエリアでマッシュルのイベントも無理。ポケモンの世界に染めすぎると、独壇場にされちゃうってことっすか？飲み込み早いねおしゃまんべちゃん。頭撫でてあげる。いらないっす。もしニューヨークエリアを一種エリアなんて名前にすると、USJ は破産レベルの大損害を被ることになる。破産レベルってのは言い過ぎじゃないっすか？いやそうでもないよ。だって、ニューヨークエリアって超一等地だもん。任天堂やハリポタエリアは袋小路になっていて、ある意味でパーク内でも隔離されたような存在なんよね。だけどニューヨークエリアは USJ のいわば心臓。パレードのフロートは絶対にここを通らないといけないし、グラマシーパークではいろんな催しもしたい。それらをポケモン側の独占欲みたいな都合で廃止する。あるいは、催しをすべてポケモンがテーマのものに恒久的に限定し続けるなんて事実上不可能。グラマシーパークは USJ 屈指のイベント会場っすからね。実際に絵にしてみるとわかりやすいけど、もしニューヨークエリアを完全にポケモンの世界に合わせた場合、全然関係ない他社 IP のフロートが通るなんてご法度そのもの。USJ をマスコミが取材に来てる日は、一般ゲストにすら服装を指定してくるくらいシビアだからね。だけど、ポケモンのフィギュアがいくつかある程度なら、まあギリギリ許容してもらえるってことっすね。だから、ニューヨークエリアはポケモンがいるけど、それ以上はないみたいな逃げ道を用意する気はする。でもジュラパとかっていつもワンピースとかとコラボしてません？今も確かモンハンとコラボしてたっすよ。あれは規制を緩くしてるだけだよ。確かにジュラシックパークやアミティビレッジやウォーターワールドは、それこそ特定の映画を冠しているエリアだけど、いずれも完全にユニバーサル社の IP だから、ある程度の裁量で柔軟に対応させるところがあるんだよね。だから、ここは比較対象にはならないよ。ミニオンだけが特別扱いなんすね。この曖昧ゾーンの運用方法は、すでにサンフランシスコエリアで使われている。
知らない人のためにサンフランシスコエリアについて軽く説明すると、ここにはもともとバックトゥーザフューチャーとバックドラフトのアトラクションがあったんだけど、どちらもミニオンに置き換わった。しかし、エリアの扱いは非常に曖昧で、この範囲がミニオンパーク。ここはサンフランシスコエリアと区域が分けられた。このミニオンはちゃめちゃミッションはちょうど2つのエリアに挟まれてるような立地にある。グラデーションのちょうど真ん中って感じっすね。この時当然ながら、いっそサンフランシスコエリアなくせばという考えも多かったけど、最終的には残すことになった。理由は単純で、もしここもミニオンパークに合併してしまうと、ただいたずらに制限を増やしてしまうことになるからね。こうしたおかげで、サンフランシスコエリアではギリギリミニオン以外の IP も使用できることになった。ホラーナイトの時は数は少ないけどゾンビも徘徊できるし。あ、ゾンビも OK なんですね。要するに、当チャンネルの予想としては、ポケモンの新エリアは、ニューヨークエリアをベースに、建物の外観にも、ある程度のポケモン要素を加える。しかしポケ文字などは、案外最小限にしか使わず、エリア名もポケモンニューヨークみたいな表現を濁らせたり、曖昧さをあえて残すと考えてるよ。他社 IP への配慮っすね。今後のニューヨークエリアは、ポケモンがいるニューヨークの街くらいの、どこか見え切らない立ち位置に落ち着くと思うよ。そうなるとゲートとかはできないんすか？ゲート？ほら、エリアの入り口ってゲートあるじゃないすか。多分作らないんじゃないかな。それを作っちゃうとたちまちポケモンの独壇場になるし、ライセンサーの権限が一気に強くなってしまう気がするし。そうなるとエリアの入場規制もしないんすかね。しないんじゃない？まあ、ニューヨークエリアの周辺は道も広いし、どれだけアトラクションの列が伸びようと、初年度は全然耐えれるでしょ。知らんけど。そんな無責任な。まあ、多分エリア自体というより、アトラクションだけ整理券対応になるんじゃないかな。初日は大混雑しそうっすね。ところで、さっき触れたホラーナイトの件だけど、実はこればかりは開催が難しくなる可能性があるんだよね。なんですか、サンフランシスコエリアはできたのに。確かにそうだけどさ。でも実は、サンフランシスコとニューヨークでは、ある点において大きく構造が違うんだよ。あっちはあくまで、角地にミニオンのアトラクションがあるというだけだったよね。だからうまくゾーニングできた。しかし、ポケモンエリアはどれだけ誇張を抑えても、道路を挟んであらゆる建物に、その施設が整備されることになる。挟まれた時点でオセロは黒しかないように、道路も含めて、ポケモンエリアという扱いになる。アイリスアウト。だから、パレードなどで他社 IP のフロートが多少通るくらいならお許しが出るかもしれないけど、ゾンビが徘徊することまでは認可できないんじゃないかなって心配してる。まあ USJ のゾンビって血だらけですしさすがに NG が出そうっすよね。今、ポケモンエリアになるだろうと言われているのは、この範囲。D の字になってるっすね。アーシの予想だと、この一帯にはゾンビは出せないんじゃないかな。ただ逆に、ポケモンの聖域においては、ポケモンを用いたハロウィン装飾は自由にできる。だから、うまく運用すれば、エリアの活気は維持できると思う。去年のハロウィンの時も確か、デランシーストリートでポケモンのグリしてましたもんね。一旦まとめると、エリアの造形は次の通りになると予想するよ。エリア名は表現をぼかす。ポケモン文字など過度な装飾は控えめ。建物や歩道にはポケモンのフィギュアが設置可能。施設名に関しては、ポケモンの名称を使って OK。ただどうせポケモンを導入するなら、もっとバリバリ寄せてほしいって声も多そうっすけどね。なんだかポケモンファン目線だと見え切らない印象があるかもだけど、USJ にも都合があるし、これくらいの落としどころにしそうなんだよね。というか、USJ ファン目線の意見だと、これくらい譲歩してくれないと困る。どれだけポケモンが好きでも自由な催しができないエリアなんて無価値に等しいし、後から来た分際で偉そうにされるのも不愉快だし。先輩、口悪い。で、ここまでがエリアの扱い方の話。次はエリアの中身。どんな施設ができるのかの話だぜ。やっと中身っすね。前置きが長すぎっす。まず、もう一度現在工事をしている区間をおさらいすると、次の通り。おそらく、このほぼ全ての施設がポケモン関連に置き換わるはず。まあ一部はこの大規模開発に乗じた定期メンテナンスもあるだろうけど。もう1年以上ずっと工事してるっすもんね。なら、実際には、どんな施設ができるのか。アーシは、この辺りができそうと予想するよ。大型のライドアトラクション、ショップ、レストラン、インタラクティブ施設。まあ王道って感じっすね。では、一つずつ見ていこう。まずはライドアトラクション。これは誰もが確信しているスパイダーマンザライドの後釜やね。トランスフォーマーって予想、もう誰も言わなくなったっす。てかトランスフォーマーってあれシンガポールができた頃だから2011年とかだからね。あんな古いアトラクション今更導入するわけないんよ。って言ったらソアリンに失礼か。それでスパイダーマンザライドを知らない人のために説明すると、スパイダーマンザライドはトラックの上をビークルが走行する 3D アトラクション。トラック自体は平面なんだけど、ビークルそのものが激しく動くような構造で、3D 映像と相まって非常に臨場感があったよ。アトラクションとしての完成度は20年前とは思えないほど高く、丸ごと流用するんじゃないかっていう予想も多い。映像を変えるだけでも十分戦えそうっすもんね。ただ個人的に、そんな安っぽい改装を天下のポケモンでしないと思うから、かなりの魔改装はすると思う。というかほとんど流用もしないかもしれない。さようならスクープ号。そして、一番ポケモンライド過去仮称に追加されると噂されているのが、インタラクティブ体験やね。
ああ、なんかゲームみたいなやつでしたっけ？そうそう。これはユニバーサル社が近年めちゃくちゃ力を入れているもので、つまりシューティングゲームみたいなもの。加えて、体を動かしたり、スマホアプリなどと連動して、アイテムだとかを集めるってものやね。マリオカートとかハリポタのマジックワンドとかっすよね。で、特に USJ はこれがなぜか大好きで、なんと2021年以降の USJ の大型投資のほぼ全てがこれ。任天堂エリア全土はもちろん、マリオカート、ヨッシーアドベンチャー、キーチャレンジ、クレイジートロッコ、さらにミニオンはちゃめちゃミッション。多かれ少なかれ、全て何らかのゲーム要素がある。次世代型のアトラクションってことっすね。いいや、正直たまったもんじゃないよ。いや、確かに最初こそ斬新だったけど毎回新アトラクション発表されるたびにこれだからね。もはやバカの一つ覚えだし、正直またかって印象の方が強い。はあ、そもそも、なんでテーマパークに来てまでゲームをしなきゃならないんだ。こっちはアトラクションを体験しに来たんだよ。人混みにわざわざ行ってスマホとにらめっこゲームするなんてごめんやね。おほん。まあ、個人的な感想は置いといて、ポケモンライドもといポケモンエリアでも、絶対にこれは導入しそうな気がする。随分長々と愚痴っとっすね。だって嫌いなんだもん。でもポケモンって子供向けコンテンツだし、ゲームが原作なんだからゲーム要素をメインにしたいっていうのは当然じゃないっすか。まあそうなんだけどね。で、話を戻して、具体的にどういったアトラクションになるのか。全くヒントがない中での可能な範囲の予想を言うと、またかよって感じだけど AR 要素が加わったシューティングゲームになり、ポケモンをゲットするだとかそういった内容になりそうかな。マリオカートみたいな感じっすか。そうだよ。例えば、ポケモンをゲットしたりバトルしたり、その場合、パワーアップバンドみたいな5000円くらいするアイテムをまた買わせようとするかもしれないけど。パパの財布がオケラになっちゃうっす。で、もしライドにインタラクティブ要素を加えた場合、おそらくスパイダーマンみたいなスリル要素は削られるんじゃないかな。そこ削っちゃうんすか。だってマリオカートがそうなように、ビークルが激しく揺れるとゲームに集中できないし、そもそもポケモンがテーマである以上対象年齢はぐっと下がるだろうし、スリルライドは卒業するんじゃないかな。家族向けになるってことっすね。ところで、スパイダーマンの時に使っていたトラックは流用するのかって話だけど、これもどうかな。レールはコンクリに直接敷いてるから撤去しにくいし、確かに流用した方が楽ってのは本当だったりする。でも、最近だとトラックレスも主流だから、そろそろ USJ でも導入しそうな気はするんだよね。そういえば USJ って未だにプーさんにすら追いつけてなかったっすね。USJ がいつもお世話になっている三成テクノロジーズも最近新しいトラックレスビークルを開発したばかり。ここの会社はディズニーやユニバーサルを筆頭に世界中のあらゆるアトラクションを開発している。スクープ号よりややコンパクトっすね。トラックレスに関連してこちらの特許申請を見てほしい。これはユニバーサル社が申請したもので先に断っておくとその目的はもちろん一切明かされてない。先輩お腹すいたっす。ただ、この特許申請の内容としてはタイトルにあるようにゲームをテーマにしたライド。コースはランダムで複数の出口なども用意。ビークルの動きは中央管理だけど、ゲストが他のビークルのゲストと対戦することでルートが変わったりするというアイデアみたいやね。対戦でルート変わるの面白そうっす。ここで気になるのが車両について AGA と言及されている点。あ、ごめん、AGV ね。先輩薄劇にしてるっすもんね。この AGV っていうのが何かというと、自律誘導車両のことらしくて、決まった進路ではない、ランダムな動きをする車のこと。だから、もしこの技術を採用するならトラックレスということになるけどね。個人的に、もしこれらの条件でスリル要素を求めるなら、ライズ・オブ・レジスタンスみたいなのになってほしいかな。なんすかそれ。米国にある、スター・ウォーズのアトラクションだよ。うちらが行った時はそんなのなかったっすよ。まだ建設中だったからね。確か囲いがあったでしょ。あそこにできたんだよ。へえ。このライズ・オブ・レジスタンスをざっくり説明すると、激しい動きとかはないけど、トラックエリアを縦横無尽に駆け巡るライドで、ビークル本体に R5 っていうキャラクターがついているのが特徴やね。ぴょこぴょこ動いて可愛いっす。それで、アーシはどうせポケモンライドを作るなら、こういうのを作ってほしいんだけどね。一応全く夢物語というわけではなくて、技術的には可能だったりする。ここでもう一つの特許申請を見てほしい。これは、超ざっくり言うと、バルーンとロボットを融合させたら、最強じゃね、みたいな発想から生まれた新技術だよ。バルーン。画像付きで色々紹介されているけど、応用としては次のようなものが期待できると書かれている。小動物のロボ、水中浮上橋、または障害物、VR や映像投影の応用、可変迷路、ボートライドの変形機能、天井や床の変形、車両への内装、変形、ドローンへの搭載。どれも発想自体は単純だけど、前例はほとんどないものばかりだね。いろいろあってよくわからないっす。はいはい。いくつかこの技術について順序立てて説明していくね。まず一つは、バルーンを舞台装置に使おうという案。ここで紹介されている具体例としては、壁にバルーンを仕込むことで、例えば天井が急に低くなったり、床が急に膨らんだり、部屋が膨らんだりなど、セットそのものを変形させることができるという案。水中から突然、バルーンで作られたプロップスを出現させたりすることも可能みたい。魔法で部屋が変形した、みたいな演出に使えそうっすね。次に映像投影や VR への応用。VR や AR とこのバルーンのセットを融合させたり、バルーンに映像を投影させたりするような技術。
これはマリオカートに出てくるドッスンに近いかな。オーンって言いながら落ちてくる言わすか。そうそれ。ドッスンは実は、プロップスに表情を投影してるんだけど、それをバルーンでもできないのかっていう案みたい。余談だけどプロップスの動きが少しでもずれると、もちろん顔の映像もずれるから、結構トラブルも多いんだけどね。ありゃりゃ。そしてここからが本題だけど、バルーンをキャラクターに応用できないかという案にも触れられてる。というかこれがこの特許のメインだね。例えばキャストが手に持つような小動物とか、巨大な動物とかを、バルーンを用いて再現したり、他にもドローンで動物のバルーンを飛ばしたり、いろいろ案があるみたい。へえ、いやでもまあそれくらいなら昔からありそうっすけどね。確かにその通りだけど、この特許のすごいところは、これらのバルーンを空気圧で動くアニマトロニクスに転用できないかという発想にまで言及してる点。ロボットってことっすか。例えば、目や口、腕や足は、もちろん、眼球を動かしたり、瞬きをさせたりなど、既存のアニマトロニクスとは異なるアイデアが紹介されてる。瞬きまでするんすね。それはすごいっす。でしょ。でも、なんでそんな回りくどい方法を使うんすか。そこなんだよね。これらの技術には他にはない長所もある。軽いから大小様々なキャラが用意できるのはもちろんだけど、ズバン中語に書かれているように、ゲストが近距離で触れ合えるという点が売りみたい。ゲストが叩いたりしても壊れないってことっすか。まあ理論上はそうなるね。社会不適合者のクズがキャラクターを叩いたりしても、致命的なダメージをアニマトロニクス側が受けにくいというメリットもあるみたい。先輩また苦情が来るっすよ。迷惑ゲストの分際で都合悪い時だけ人権侵害を主張してほしくはないね。とにかくキャラと触れ合えるのは強いっすね。そう。そしてあえて最後に回したんだけど、さらに応用もできる。この特許申請ではこれらの技術をライドビークルそのものに搭載できないかという点にも触れられているね。乗り物に、っすか。例えばシートを細工すれば空気圧で拘束するセーフティーバーも作れるし、外装にバルーンを仕込めば空気で膨らむバンパーなんてものも作れる。なんだかスパイの秘密兵器みたいっす。そして、これを応用すれば空気圧で動くアニマトロニクスをビークル本体に搭載することもできるわけ。最初に言ってたスター・ウォーズの、何でしたっけ。ライズ・オブ・レジスタンス。それみたいなこともできるってことっすか。しかも動物型のロボットで。そうだよ。ライズ・オブ・レジスタンスでは8人乗りのビークルを R5 というアストロメクドロイドが操縦しているという設定だった。ビークルが走行している間始終この R5 君がぴょこぴょこ動いて非常に愛らしい。ただ R5 は角張ったロボットであって動物型のキャラではない。だけどこれをさっき紹介したアニマトロニクスに置き換えればビークルにポケモンを乗せることだってできそうではある。夢があるっすね。めっちゃ余談だけどビークルに動くキャラクターがついているという発想自体はすでに ET アドベンチャーの時代からあったけどね。懐かしい。やっぱりポケモンライドも最新鋭の技術が搭載されるだろうし、そんな乗客を A から B 地点に運ぶだけの安易な乗り物よりも、ライズ・オブ・レジスタンスみたいにビークルにポケモンがついてて動いたら面白くない？それはそうっすね。他にも相棒ポケモンみたいなのが選べたりしたら楽しそうっすね。ごめん、やっぱりそっちに変更しようかな。はぁ？おしゃまんべちゃんそれあーしが考えたってことにしていい？いやっす。いいじゃん別に困らないでしょ。困らないっすけどなんか尺に触るっす。もしくれたら焼肉おごってあげようかな。全然あげるっす。ということで、相棒ポケモンなんかも選べると楽しいかもね。で、めちゃくちゃ卑怯な話をするけど、ここまで長々と紹介した話は、あくまで特許申請の技術を使えば可能という話であって、実際にこれを裏付ける根拠だとかは一切ないぜ。先輩が得意な責任逃れ、ずるいっす。だって、任天堂エリアの時も、マリオカートを筆頭にあらゆる特許申請がされたけど、どれも採用されずに、結局当たったのはクレイジートロッコだけだったし、あまり過度に期待してもがっかりするかもだから、今の話はあくまでさらっと流してほしい。はいっす。ちなみにテーマとして有力視されているのが、映画、名探偵ピカチュウ。金曜ロードショーで前見たことあるっす。ピカチュウがおっさんの声だったっす。そうそれ。よく根拠として挙げられてる理由として、既存のニューヨークエリアと合わせやすいってのがある。別に映画はニューヨークが舞台なわけではないけど、そこまで世界観が乖離しているわけでもないからね。あと、個人的にはストーリーも作りやすそうな気がする。探偵物は王道っすもんね。それもそうだけど、ライドアトラクションは原則、Q ライン、つまり待機列でざっくりとした物語の前日談を聞かされてから、ライドに登場って流れでしょ？で、この Q ラインにおいての導入部は、ゲストに伝わりやすいようになるべく簡潔な内容が望ましい。スパイダーマンの時は、ニューヨークの悪い奴に占領されて、自由の女神が盗まれたということだけがとりあえず伝わるように設計されていた。あのアニメ、超好きだったっす。となると、例えばいきなりバトルしようぜ、なんて導入よりも、ミッションに参加するような筋書きの方が、話は明快なんよね。だから、名探偵ピカチュウの方が相性はいいかなって気はするね。それはそうっすね。ちなみに、しばし USJ 子賛成からは、実写映画ならギリ許容できるという意見も散見するけど、これはどうかな。確かに、その意見には同意だけど、同時に、このピカチュウをユニバーサル社が気に入るとは思わない。名探偵ピカチュウとは言ったけど、実写映画の方じゃなくて、アニメの方かも。可愛いのに。いや、あーしはこの映画面白かったしこのピカチュウは好きだよ。本音、オリジナルのピカチュウよりも好きかもしれない。でも、ユニバーサル社が求めているポケモン層というのは、あくまでキュートで可愛いであって、とにかく、グッズが山ほど売れること。
それ以外は重要ではない。まあ、確かに実写版のグッズが売れるかは、ちょっと怪しいっすね。ただ、実写版の方が世界観に合わせやすいという意見も理解できるし、このあたりは、どう転ぶか謎やめ。グッズだけゲームの方にするんじゃないっすか？まあ、そういう落としどころもあるね。一旦まとめると、ライドアトラクションはこんな感じになると予想。名探偵ピカチュウがテーマ。AR を駆使したゲーム要素がメイン。スマホアプリと連動する。相棒ポケモン的なものが選べる。マリオカートとやや類似。トラックレスでコースがランダム。ビークル自体に凝った演出がある。スパイダーマンほどのスリルはない。かなり暫定的で、本気でそう思ってるわけじゃないけど、ロマンも混ぜないと動画的に盛り上がらないからね。別に本気でそう思ってるわけじゃないからね。先輩保険かけすぎてツンデレみたいになってるっす。USJ 情報局。LCA Studios. USJ kanji I don't know. LCA Studios. 次は他の施設の予想をまとめてするよ。個別に紐解いてもキリがないから、ざっくりこうだろうくらいで。了解っす。現段階で発表されている情報は本当にケチで出し惜しみされててほとんど何も得られないけど、この五感を刺激する超リアル体験って技術は案外重要じゃないかな。めっちゃ風呂敷広げた煽り文句っすね。ネット民の多くはこれをライドアトラクションの方の話だと思ってるけど、アーシはむしろエリアそのものの意味だと思ってる。つまりインタラクティブ体験はライド以外の施設にも導入されるんじゃないかな。ライドだけじゃなく全域ってことっすね。まず、ライドアトラクションの出口には当然大規模なショップができると思う。何を売るのかなんて予想したって、どうせポケモングッズに決まってるから割愛するとして、個人的に気になるのが、外観のファサードが残るのかどうか。これは、実在するブランド店、ティファニーとメイシーズを模してるけど、これを作り変えるのはもったいないんだよね。スパイダーマンの時代ですら残ってはいたんだけど、やっぱりポケモンのショップってわかるように、この辺りはデザインを変えるかもね。この建物って実在したんすね。で、話を戻すけど、ライドアトラクション以外の施設は、こういったインタラクティブ施設やショップ、レストランができると予想してる。店内でもアイテム収集とかできそうっすよね。ちなみに各施設の名前なんだけど、個人的に特定のキャラ名を冠したものになるんじゃないかと思うよ。例えばキノピオカフェみたいに、誰かが営む店みたいな設定を盛り込んできそうではあるかな。ポケモンが経営してるお店とかね。人間じゃなくてポケモンが経営を？そうそう。USJ としては人間キャラなんかよりとにかくポケモンで売り込みたいだろうし。で、多分なんとなくの予想だけど、これらのポケモンはなぜそれ選んだみたいな絶妙なキャラが起用されるような気がする。例えば、ナッシーとかルージュラとかバリヤードあたりをアパレルやレストランの店員という設定にしたりとかね。これはなかなか微妙なメンツっすね。もっと可愛くできないんすか？普通こういうところは可愛さ重視というか、例えばサーナイトとかミニーブあたりの方が一般受けは良さそうな気もするけどね。ただ肌感、外国人って案外個性的なポケモンの方が好きそうだし、逆にこっちが採用されるんじゃないかな。もし現役のちびっこに選ばせるなら、ミミッキュとかデデンネとかモクロウとか選ばれそうだし、ピクシブユーザーにキャラを選ばせたら、サーナイトやルカリオやグレイシアとか選ばれそうだけどね。サーナイトってなんであんな人気なんすかね？だけど逆に、ユニバーサル社は世界展開も見据えて、そのあたり意図的にガンガン外してきそうな気がする。まあある意味受け狙いみたいな感じっすかね。確かにナッシーのカチューシャとかあったらカルト的な人気は出そうっすね。私は買わないっすけど。あと、スパイダーマン跡地を除くと、次に大きな施設であるここ。勝手な想像だけど、ここにインタラクティブ施設とかできるんじゃないかな。任天堂エリアのキーチャレンジみたいな感じで、とにかく体を動かすようなやつ。チームプレイとかしたら盛り上がりそうっすもんね。友達いない人には優しくない施設ね。言い方。内容はわからないけど、なんかダンスが得意なポケモンの動きを真似したりだとか、ごく簡単なミッションに挑戦したりだとか、なんか、そういうやつになりそうな気がする。それこそさっきの理屈でバリヤードとかね。バリヤードはダンスじゃなくてパントマイムっすよ。キーチャレンジと同じ要領なら、別売りのデバイスみたいなものが買わさせられそうだけど。パワーアップバンドっすね。例えば、ゴーグルとモンスターボールが一体になったようなやつとか。いや、それはちょっと大掛かりすぎるか。ポケモン図鑑みたいなデバイスとか。ポケモン図鑑って4年も前の特許申請になるけど、一応申請はされてる。ただ、便宜上図ではこういうデザインになっているだけで、最終的な継承はわからないけどね。この申請書によると、このデバイスには、パーク内のあちこちでアイテムを集めたり、アイテムを交換したりする機能があるみたい。ショップやレストランなどあらゆる場所にステーションが設置され、そこでデバイスを操作することが可能。各スポットで操作することで、水や煙が出るギミックを発動させたり、ドローンなどを操縦したりもできる。USJ を RPG 空間にできそうっすね。TikTok 撮ってる JK どもに加えて、アイテム探してうろうろしてるガキンチョも加わるわけか。足の踏み場もないね。先輩、だから言い方。このデバイスがあればライドアトラクションと連携もできるかもしれないけど、特許申請の図が全て正しいとするならかなりデカそうな気もする。携帯性を重視して小型化されるかもね。腕に巻きつけるって簡単に書いてますけど、この大きさでそれは厳しいっすもんね。これはあくまで特許申請からの予想であって、ほとんど採用されない前例が多いからね。
外れても責任は取らないからね。先輩、予防線に尺使いすぎっす。あ、そうそう。もちろん、キャラクターとの触れ合いはあるだろうね。なんせポケモンっすからね。着ぐるみを用いたグリーティングもそうだし、さっきの特許申請で紹介したように空気圧で動く小動物なんかもね。ただ引っかかるのが当たり前だけど、着ぐるみのキャラってでかいじゃん。ピカチュウもゲンガーもミミッキュウもみんなでかい。いや、ゲンガーはあんなもんっすよ。まあそれは、そういうものなんだで片付くけど、問題は空気圧ロボの方。これの長所はもちろん、アニマトロニクスの小型化であり、ボディは空気で膨らんでるから、触っても壊れにくい。多分、原寸大のポケモンの再現に使うと思う。ただこれをすると、じゃ、あのでかいピカチュウは誰っていう矛盾が生じちゃうんだよね。出るタイミングをずらしたらごまかせるんじゃないっすか？ではまとめると、ポケモンのエリアやアトラクションは、こんな感じになるんじゃないかな。すごく楽しそうっすけどこれ全部先輩の妄想なんすよね。そんなこと言われてもしょうがないじゃん。USJ がケチなせいで未だに何の情報もないんだから。はいっす。あ、そうだ、言い忘れてた。最後どうしても愚痴りたいことがあるんだけど愚痴っていい？いやっす。ありがとう。じゃあ愚痴るね。今嫌って言ったんすけど。このポケモンエリア仮称には、すでに心配している点というか、もし本当にやったら発狂しそうな点も、いくつかある。勝手に始められた。まず一つ目がこちら。貴重なセットファサードの設定が失われるという点。先輩の地雷ゾーンっすね。ポケモンオタクどもは知らないだろうから説明するけど、ニューヨークエリアの建物は、往年の名作に出てくる建物を再現したものばかりで、それを紹介するプレートまでついてる。これらは、ポケモンのエリアになった暁には、バールで剥ぎ取られているかもしれない。ニューヨークエリアは、いろんな作品の建物が密集してて、個人的に、モダンミリーに出てくるホテルや、ロッキーでエイドリアンが働いていた、ペットショップ。さらに、目前のホテルや、アニーに出てきた、孤児院だとかが再現されている。もし、これらがポケモンエリアに吸収されたら、非常にもったいない。特に、アニーの孤児院は、USJ 屈指の出来栄えなので、こんな安っぽいことに転用してほしくないし。でも知らない人の方が多いっすよ。いや、確かにそうだけどさ。先に断っておくけど、あーしは何も、ポケモンを軽く見てるわけじゃないよ。ここにある建物は当たり前だけど、どれもポケモンの作品には、一切登場しない。だからこの街並みを見たって、ポケモンの世界そのままだとなることはないし、ニューヨークエリアの使い回しか、以外の干渉は特に抱かない。流用という時点で別にポケモンの世界の再現という目的も中途半端なわけじゃん。そうっすけど。失うものが多い割に、ポケモンの世界を本気で再現するわけでもない。この煮え切らない感じが、USJ ファンとしては、ちょっとイラッとしちゃうんよね。まだ確定事項ですらないのにうるさい人だな、ほんと。そして、もう一つ、関連して最も心配なのが、この書き割りのセット。これは、見ての通り、ニューヨーク公共図書館のセット。誰が見たってそれ以外ない。誰が見たってそうなの。いや、私何も言ってないっすよ。はい、ここでおしゃまんべちゃんに質問。この図書館のセットにはある秘密が隠されています。それは何でしょう？それくらい知ってるっすよ。騙し絵なんすよね。ピンポーン。この書き割りのセットは USJ のランドマークの一つで、いわゆる手の込んだ手抜き。これは実際のセットではなく完全に絵なんだよね。なんで絵なのかわかる？そう、これは映画撮影でよく使われた手法で舞台装置を再現したセットなんだね。まだ何も言ってないっすけど。これの面白いところが、書き割り自体は手抜きのセットなんだけど、本来仮設のものをあえて常設にしてる点。だから、手の込んだ手抜きなわけ。だけどこれは映画撮影スタジオっていう設定があるからこそ成立しているし輝ける。もし、ここもポケモンエリアに吸収されたらどうなると思う？その通り、その瞬間にこのセットは、ただの手抜きの絵に格下げになるんだよ。いやだからまだ何も言ってないっすよ。いくら USJ がセットに後付けで、ポケモン図書館だとかポケモン大学だとかの設定をやっつけ仕事で加えたとしても、こんな建物、ポケモンには登場しないし、そもそも絵だし、手抜きなのがバレバレでなえる。映画ファンもポケモンファンもどっちも納得できない最悪な建造物に格下げになる。だから、この書き割りのセットは、必ず、ポケモンエリアからは外さないといけないんだよ。言いたいことはわかるっすけど。もし編入させた場合発案者はもはやアホだよ。また炎上しそうなことを。ごめん、最後にもう一つだけ余談を話していいかな。今度は何すか？どうしても気になる存在として、名探偵コナン 4D の存在がある。先輩お腹すいたっす。あーしの推測だと、このコナン 4D は、もうすぐなくなる気がするんよね。マジっすか？あくまで予想だから。いや、でもまだ開業したばかりっすよ。そうなんだけどね。ちょっと詳しく説明しよう。完全に先輩のペースだこれ。まず先に、このアトラクションについて、ざっくり説明すると、USJ には、開業以来、ターミネーター2 3D という小アトラクションがあったんだけどね。忌まわしいコロナ禍による大不況もあってか、2020年9月に惜しまれつつも、事前告知なしで突如クローズした。お別れも言えなかったっすもんね。そして、2024年3月にはマンハッタンシアターとかいうバカみたいな名前に改名されて、名探偵コナン 4D が開催されるようになった。怪盗キッドが出てくるショーっすね。多くの人はコナンのショーを常設だと思ってるけど、実は、あーしの予想では、このアトラクションは、もうすぐ潰れるんじゃないかと思ってる。ここもポケモンになるんすか？違う。いやそうかもしれないけど、ここで言いたいのはそうじゃない。
確かにこの話をすると、ここもポケモンになるのかって誤解されるし、実際他のチャンネルでは、ポケモンエリアは2段階で拡張するなんて言ってる人もいる。確かに、その予想も筋は通ってる。まずポケモンライドをオープンして、頃合いを見て、コナン 4D をクローズ。そして、そこにポケモン 4D みたいなショーを導入するっていう予想だね。まあ流れとしてはありえそうっすね。ただ、これには2つ問題がある。一つはこのコナン 4D 元いターミネーター 2-3D は凄まじく前時代的な施設だってこと。米国では1996年に導入されたこのシアターはほとんど改装もされず、現在も使われてる。まるで老人に鞭を打つようにね。でも正直、このシアターで得られる感動なんていうものはたかが知れてるし、コナン 4D はもう低予算感が丸出しで多分満足度もさほど高くはない。かつての太っ腹な USJ ならこんなのは半年限定開催くらいの規模感だよ。それをさらにポケモンに改装して延命治療しちゃうと、ますますあらが目立つようになるんじゃないかな。あれ、先輩ってターミネーター好きじゃなかったでしたっけ？大好きだよ。ただ、それとこれとは別。あくまで客観的に見て、施設が古いっていう話。なるほど。二つ目は、冒頭に紹介したポケモンエリアの扱いに影響がある点。もし、マンハッタンシアターがポケモンのテーマになった場合、ポケモンライドと挟まれるグラマシーパークは、当然、ポケモンエリアの管轄になってくる。というか、オセロが黒になるように、そういう雰囲気が出てしまう。アイリスアウトっすか？そうなると、グラマシーパークでは、ポケモン以外のイベントがしづらくなる。だから、個人的には、名探偵コナン 4D は、ポケモンに置き換わらないと思う。でも、かといって、名探偵コナン 4D を今後も続けるとも思ってない。あくまでアーシの予想だけど、この非常に前時代的なコナンのショーを導入した理由はただ一つ。ポケモンライド導入までの時間稼ぎ。ターミネーター 2-3D のクローズは、おそらく苦渋の選択だったと思う。もちろん古いアトラクションだし、そろそろ更新の時期でもあったけど、こんな予定表になかったようなクローズは想定外だっただろうね。いきなり突然ですが終了しますでしたもんね。しかし、そうなると問題もある。ターミネーターもクローズして、スパイダーマンもクローズ。じゃあ、ニューヨークエリアには何があるのっていう点。ああ、確かに。そこで、とりあえず時間稼ぎとして導入されたのが、コナン 4D なんだと、アーシは睨んでる。クローズ時期としては、多分2027年くらい。何の根拠もないけど、ポケモンライドがオープンしたと同時に、クローズっていうのもおかしい気がするし、よくある3年契約を結んでいるなら、2024年に導入して、ちょうど、ポケモンの集客も安定してくるであろう2027年くらいに消えるのが、都合がいい気もする。ポケモンライドができた時点でお役御免ってことっすね。まあね。じゃ、先輩はコナンの次は何ができると思うっすか？そんなん知らないよ。もうアーシもお腹空いてきたし、考えるのだるい。はあ、ということで、疲れたから、動画はこれで以上。最後らへんほとんど口みたいになっちゃったけど。まあアーシは、昔からの生粋の USJ ファンだから、本音ポケモン導入は、多少難色もあるけどね。先輩は保守派ですもんね。でもアーシは、めちゃくちゃ楽しみにしていたマリオカートが個人的にあまり合わなかったこともあって、ポケモンライドには、実は期待してる。へえ、意外っすね。というかスパイダーマンとニューヨークエリアを犠牲にするんだから、納得できるすごいものを持ってきてくれないと困るって感じだけど。まあ、それはそうっすね。期待値はだいぶ上がってると思うっす。誰もが納得できるアトラクションになってほしいね。ところで、このエリアっていつ開業するんすか？そうだな。実は2月27日がポケモンの誕生日らしいんだよね。しかも30周年の節目。ポケモンデーなんですよね。もし、この日に発表をするなら、早ければ今年の3月に無理やりオープンする可能性もあるんじゃないかな。3月、早すぎません。早いよ。いや、確かに急すぎるけど、USJ って最近すごい出し惜しみするから、ギリギリの発表も珍しくはないし、ミニオンやドンキーコングだって超急ぎ足での発表だったじゃん。まあそうっすけど。でももし、2月27日に特に発表しなければ、もう当面オープンする予定はないと考えてもいいかもね。秘密主義者の USJ が何ヶ月も先のプロジェクトを大公開するとも考えにくいし。なるほどっす。2月27日の動きが分岐点ってことっすね。ということで、今回の動画は以上。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。